16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。お疲れ様でした。はい、診察させていただいたので、これ明らかにですね、足のしびれは腰から来てるっていうことが分かりました。では腰レントゲンと MRI を取らせていただいたので、MRI でですね、この私が考えていただ疑っていた腰椎椎間板ヘルニア、実はやっぱりあったんですよ。こちらご覧ください。覚えてらっしゃいますかね。2015年ぐらいに一度当院に腰痛でいらしたことがあったんですね。ちょっとそれと比較させていただいて写真を見ていただきます。こちらですね、体を横から見てる写真です。寝て撮っていただいた MRI をちょっと縦に起こして見ているので、ここがお腹側、背中側、体を横から見てます。腰っていうのは5つ骨があります。1番、2番、3番、4番、5番となっているんですが、横から見るとですね、あんまりはっきり悪いところっていうのはないんですよ。椎間板は白いのが水気があって綺麗なところ、黒くなってくると質が悪くなってくるんですが、これだけではですね、後ろにあるこのスーッと走ってる神経、これを特別圧迫するようなものは見えないんです。しかしこれを今度上からこのように寝ていただいて、頭の方から足の方に軸にで、MRI 画像を見てみると、悪いところを断面で切り出した写真です。これは実は3番と4番の椎間板のところを見てるんですが、この2015年の画像では全く何も問題がなかった。これは神経の袋、これ神経ですね。そしてこれを椎間板と呼びます。椎間板聞いたことありますよね。この椎間板とても綺麗な状態。現在どうなっているかっていうと、こちらです。これ椎間板ですが、かなりやっぱこう黒いとこ出てきてますよね。これ椎間板の一部分が水気がさらになくなって、椎間板の質が悪くなってきてるんですね。これ椎間板ですね。椎間板の質が悪くなってくると弾力性がなくなるので潰れてまいります。潰れたものはどこかにはみ出す。見ていただくと寝ていますので、こちらご本人の右側、左側のこの矢印の示す部分ですね。2015年にはなかったじゃないですか。これが明らかに飛び出している。椎間板が出っ張ることをヘルニアと言います。ですので左の足に行く神経を圧迫するようなヘルニアが今回飛び出してしまったということです。よーく見るとちょっとうっすら中が白いの分かりますか。この白い部分っていうのは、比較的椎間板ヘルニアが新しく起こった可能性があるということを物語っていて、今回のラグビーでなったかどうかは分かりませんが、比較的最近なったのではないかと。2015年当時ではなくて近年近いところでどこかでヘルニアが飛び出してしまった。でこれはですね、なかなか元に戻すっていうことは難しい。たまに偶然そういうふうなことが起こって良くなることもありますが、ほぼ難しいことなので、これが出たままでも局所に起こっている炎症といって痛みですね、これが取れて、後に一番辛いしびれ、足のしびれ、それが症状が改善すればヘルニアを持ったままでも大丈夫です。ただし一つだけ条件があって、それは足の力が戻ることなんですね。足の力が戻らないと歩いていてつま先突っかかってしまって転んじゃったりとか、やりたいラグビーがつま先立ちできないとか、いろいろ支障が出るので、筋力が比較的1ヶ月前後ぐらいで戻ってくるかどうかがポイントとなります。そんな風にしてこれから治療を始めていきたいと思います。何かご質問ありますか？そうですね、その圧迫されてるわけですよね。それがでも戻らなくても痛みは取れたりするんですか？この出っ張ったことによって神経が刺激を受けて痛みが出ます。神経には、健康状態というのがあって、痛い、しびれるって感じているのと、麻痺が起こるっていうのはかなり悪い状態。
麻痺が起こってしまって戻らないともうこの神経は死んでしまうんですが、一時的に痛みがあっても麻痺さえ起こらなければ、炎症が治まると神経は自力で回復してくるんですね。それを1ヶ月ぐらいの間待つと。その間できればお薬も使いたいと思います。はい、わかりました。大丈夫ですか？はい。ではね、これからの治療なんですけれども、可能であればできれば1ヶ月ぐらいお薬を使いたいんです。はい。で1ヶ月間ちょっと薬、2つ方法があって、飲み薬と点滴療法ですね。でさっき診察で見るとやっぱり足の力が落ちていることを考えると、ちょっと中等度悪いということになるので、点滴をおすすめします。わかりました。2週間ぐらい来れる時でいいので、点滴に来てください。お薬の名前ちょっと難しいけど、ノイロトロピンというお薬とメチコバールっていうお薬を点滴したいと思います。それからラグビーは今ダメです。ラグビーはしないでください。普通の日常生活はいいけれども、過度に腰を使うようなこと、重たいものを下から持つとか、腰回りが冷えること、このあたりは注意してください。あと生活の中で何か心配なことありますか？そうですね。っていうかやっぱりお風呂は入った方がいいんですか？お風呂入った方がいいですね。より温めていただく方が回復が早いです。今ストレッチとかはあんまりしない方がいいんですか？腰に負担のかけるストレッチはやめていただいて、手足硬くならない程度のゆったりしたストレッチを5分程度、朝夕やっていただくのは構いません。わかりました。お仕事は何ですか？お仕事はですね、結構デスクワークが中心ですね。重いものを持つことはあんまりないですね。あと、ずっと座りっぱなしっていうのも良くないんですよ。座ってると腰回りの血流悪くなるので、たまに少しデスクワークの椅子でも体操したり、軽く上にストレッチ伸びてみたり、立ち上がってみたりっていう腰を動かすっていうことは適度にはやってください。じゃあまず点滴始めますのでお願いいたします。お願いします。申し上げた椅子に座るっていう姿勢もとても大事だし、寝る時の姿勢も大事なんです。じゃあまず椅子の姿勢をお教えしますね。じゃあちょっと横向いていただいて、いつもこういうクッションとか使ってますか？いやー、使ってないですね。どうしても長く座っていると悪い姿勢になります。できればちょっとしたクッションでいいので、これをですね、腰のこの背骨のくびれてるあたりにしっかり入れていただいて、お尻をぐっぐっと後ろに詰めて座ってください。そうです。腰骨から骨盤から上半身一本の軸が通るようにまっすぐ座っていただくといいです。骨盤がずるずるっと前に滑り出すような時はしっかり座り直しをしてください。では寝る時の姿勢です。今日予約の際にお話ししたんですけど、使ってる枕をお持ちくださいということで持ってきてくださったんですね。これですか？あらららら。これですね。良くない点がいくつかあります。まず素材ですが、ウレタンですよね。柔らかいね、低反発ウレタンですね。これ寝てから非常に簡単に枕の形が変わってしまいます。それから高い方と低い方がありますが、どうやって当ててますか？首に内側に当てていく感じですね。首の後ろをね。これですね、首の後ろを支えてるっていうことには確かになるんですが、人間一晩中じーっと寝てるわけではないんですよ。寝返りって言って右向いたり左向いたり上向いたり体を動かすことが大事で、寝返りという観点からはこういう凹凸枕っていうのは良くないと私考えておりますので、ぜひですね、平らでとっても大事なこと、高さが合ってることが大事なんですね。一人一人の高さを合わせた枕を使っていただきたいので、お家にある簡単な素材でもできるし、商品もございますので、ぜひその指導も理学療法士させていただきたいと思います。枕とね、腰ってなんか遠くて関係ないように思うじゃないですか。そうですね。でも寝返りがスムーズにできると腰に負担がかかんないんですよ。なのでヘルニアがありますから、より寝てる6時間7時間腰に負担をかけないためにも、枕とっても大事なんですね。ありがとうございます。お持ちいただいたので。
枕の3つの条件っていうのがありまして、まず一番大事なのが患者様一人一人の体格に合った高さなんですね。これを計測しないとわからないので、理学療法士ちゃんと見せていただきます。それから表面、平らじゃないですか。こんな風に平らが一番寝返りが打ちやすいんです。で、先ほどの枕のように柔らかいとダメ。一晩中この高さが維持できないといけないんで、触ってみてください。比較的硬いですよね。はい、こんな風に枕を整えることが大事になります。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。